皆さんこんにちは。私富山県に住んでいまして、冬になって、石油ファンヒーターで暖房をしていたんですけども、何分古い家で隙間風がすごくてですね、いくら石油ファンヒーターで暖房してもなかなか温まらないということで、その辺にたくさん落ちている木を暖房に活用したいなと思って、薪ストーブの設置をいろいろ考えていたんですけども、煙突を立てるのがとにかく大変だなと思って、何かいい方法がないか探していたところ、イルカキスさんの DIY をめぐる冒険という YouTube チャンネルでロケットストーブの作り方を解説していらっしゃってですね、このロケットストーブの特徴として、空気の引き込みがとても強いので、横引きの煙突だけでも排気が成り立ってしまうということだったので、私も暖房用のロケットストーブを作って室内に設置してみました。その過程をお見せしようと思います。本体のレンガですけども、日の丸窯業の耐火断熱レンガというものを計60個購入しました。レンガ1つの重さは 1.3 キロぐらいで、普通のレンガよりもだいぶ軽いです。珪藻土レンガということで、ノコギリで簡単に切ることができます。この耐火レンガの断熱性能を確かめるために、一度仮組みして全体的に温度チェックしてみました。レンガにすでにもう黒くすすがついてると思うんですけども、これはあれです。ちょっと待ちきれなくて、一度適当に組んで、燃やしてみたんですね。その時の後です。当時、温度を測る温度計持ってなかったんですけども、今回非接触型の温度計というものを購入したので、それで厳密に温度を測っていこうと思います。点火はすごく簡単で、新聞紙をねじったものを2本用意して、その後端材の切れ端を放り込んでいったらすぐ火はつきました。すぐに、ロケットストーブ特有のゴーッと空気を吸い込む音が聞こえてきます。2時間ぐらい燃やした後に、温度チェックしてみます。コンクリートの床が11度、燃焼室の周りは21度から38度程度、側面が12度から15度程度、ヒートライザー側面が25度程度、ヒートライザーの内側、一番奥の下の方で、約280度ぐらいまで上がっているみたいです。投入口の周りが170度ぐらいで、燃焼している場所は500度を超えています。ということで、断熱レンガの性能的には問題がないと判断して、そのまま他の部分の製作に進みました。これは翌日本体が冷えた後に、解体して中の様子見てるんですけども、レンガ自体には何のダメージもなくて、ただ全体に黒いすすがついています。
これはイルカキスさんの動画にもありましたけども、原因は本体内部の温度が十分に上がっていないため、付着したすすが黒いまま残っているという状態だと思われます。実際今和室で稼働しているロケットストーブの内部観察してみると、十分温度が上がったために、黒いすすが焼き切れて全体的に白くなっているという感じに見えます。ということで部分の製作に入っていくわけですけども、まずヒートライザーを、耐火モルタルで、固めていきます。今ちょっとレンガを雑にテーブルに置いたらそれだけで角の方をかけたんですけども、こんな感じで珪藻土レンガというのは結構脆いので、優しく扱う必要があります。そしてまた最初この耐火モルタルをですね、表示の分量通りに水と合わせて練って使ったんですけども、この珪藻土レンガというのが、珪藻土だけにすごく水を吸うので、表示の分量よりも少し水を増やして、塗った後にまとまりやすいような硬さに調整して使っています。本当はこのヒートライザーも、イルカキスさんに倣ってパーライトモルタルの一体成形で作りたかったんですけども、今回はちょっと始めるのが遅すぎたということで、既製品レンガを耐火モルタルで固めるという形で挑戦してみました。これは本当にちゃんと固まるかのテストも兼ねているので、とりあえずこのユニットだけ作って、乾かしてる間に他の部分の準備をしていきます。実際は和室の畳の上に、ロケットストーブを配置する予定なので、断熱レンガを置く土台部分には、まず構造用合板でベースを作って、その上に、空気層を作るために、普通のレンガ、その上に、一応不燃でありながら表面が平らな材ということで軽カル板を重ねて、土台とします。軽カル板は5ミリのものが安かったので、それを買ってきたんですけども、強度を出すために2枚重ねにして、使っていきます。次に、ガルバリウム湖畔のシートで放熱器作っていきます。この部分も完全にイルカキスさんのロケットストーブのデザインを参考にさせていただいております。でシートを切るのに使った金切りバサミなんですけども、これモノタロウで安く買った刃にギザギザがついてるまっすぐなタイプの金切りバサミで、切り口がギザギザしてしまうんですけども、刃が進むと同時にシートを噛んでくれるので、すごくまっすぐ切りやすいと思いました。私の場合は、折り目を折りやすくするために、こうしてカッターナイフで軽く傷をつけました。カッターであまり力を入れてなぞると後半が削れすぎて、強度が弱くなってしまうと思うので、ほどほどの強さでやるといいと思います。
上と下の面は両方とも内側に折り曲げて、四隅をビス止めすることで、強度を出そうと思いました。これビス止めに使ったのは、M4 のステンレスのタッピングビスです。最後に、何か引っかかったりしないようにエッジを整えて、後半の端を金槌で叩いて丸めて、終わりとしました。耐火モルタルで固めたヒートライザーのユニットを48時間ぐらい放置したんですけども、しっかり固まっているので、他のユニットも同様に、固めていきました。でイルカーキスさんのシーズンが終わってロケットストーブを解体する際のレポート動画を拝見していたんですけども、その中で特に投入口付近に、薪が当たった時のインパクトによる損傷が大きいと思われるということをおっしゃっていたので、投入口付近の薪が当たりそうな場所、それと投入口の大きさを調整するスライドするレンガ、この辺りをすべてガルバリウム鋼板を切って曲げて作ったプロテクターで、保護してみようと思って、部品を作っています。これは作った当初はすごく、見た目もいいし機能も良かったんですけども、実際何日も使っているうちに、熱による劣化、そして、体積の膨張によって原型がなくなるくらい歪みが生じてしまったので、現在は取っ手の部分を残して、取り外して使用しています。次に放熱器の蓋です。材料はホームセンターで買ってきた 3mm の鋼板です。これはさすがにホームセンターのサービスでカットしてもらえなかったので、丸ノコに切断用の砥石をつけて、それで、切断しました。もう時間がかかるのと火花、鉄粉、匂い、音、今回の全工程の中で一番大変な作業でした。これもホームセンターで買った鉄のアングル、これを適当な長さに切断して穴を開けて、ボルトで留めて、蓋の押さえとしました。実は鉄を切ったり穴を開けたりっていう加工を今回初めて、チャレンジしているんですけれども、意外とやればできるもんなんだなと一人で、ちょっと感動しながら作業をしていました。ドリルで穴を開ける前に、とんがったもので、ドリルがずれないように印をつけておくととてもやりやすかったです。
最後に上に物を乗せた時の強度を調べるために体重をかけてみました。私63キロあるんですけども、全体重をかけても大丈夫でした。次に煙突のエビ曲がりを差し込むための穴を放熱機の背面に開けていきます。きっかけとなる穴をドリルで開けて、そこから放射状に金切りばさみで切り込みを入れていき、それをどんどん細かくしていくことでなるべく丸い形を作ります。これ煙突の直径が100ミリのものなので、本体と固定するために、この90ミリから110ミリ用のステンレスのホースクランプというものを買って、これで固定しました。ということで、大体の部材の準備ができたので、すべて部屋の中に運び込んで組み立てていきます。今回、畳の上に直接ロケットストーブ設置するので、まず構造用合板を一番下に引いて、その上に空気層を作るためにレンガを置いて、その上に、これは平面を出すために軽カル板のボードを2枚重ねにして、置いていると。そして断熱レンガを並べていきます。断熱レンガの並べ方やこの灰落ち防止兼気密向上のためのアルミホイルを途中に挟み込んだりする工夫、この辺も基本的にイルカキスさんの方法を参考にさせていただいてます。既製品の断熱レンガを使っているので、寸法的な精度は結構出てるんですけれども、少しでも隙間をなくしていくために薄く溶いたモルタルを溝に詰めてみました。これ今はなきガルバリウムの金物なんですけども、この上部の折れ曲がった部分に上のレンガが乗ってくるような設計になっていたので、これ取り外した後は、今後お見せしますけども、この3段目の真ん中のレンガを内側に押してちょっと段差を作って上のレンガが乗るように現在は調整してあります。でこの土台の部分なんですけども、仮組みした際にもいろいろちょっと押したり引いたり、強度を確かめてみたんですが、特に崩れたりする心配はなさそうだったので、特に固定はしないでただ積み上げてあるだけという状態です。ただこの上に、乗ってくるヒートライザーの部分は背が高いので、耐火モルタルで、固定するようにしました。放熱機の部分と蓋もきちっとはまって、
これで本体部分が一段落ということになります。こうして部屋の真ん中に、本体の姿が見えると、手前味噌ではありますが、なかなか格好よくて、とてもワクワクしたのを覚えています。次に煙突の設置なんですけども、一度こうして並べて寸法を出して、その後必要な長さに煙突を切り出しました。3ミリの鉄板を切った後だったので、このくらいのステンレスの板ならスイスイ切ることができて、とても楽に感じました。ガルバリウムの端材を使って天井から吊るための吊り金物を作りました。ただこれ後に、煙突の継ぎ目から水が漏れてくるという現象が発生しまして、原因は煙突内部に発生した結露水が煙突の勾配がきちっと外側に向かって取れてなかったために継ぎ目から漏れてくるということだったんですけども、この時煙突の高さを微妙に調整していく必要が出てきたので、この吊り金物の真ん中の部分を切断して、そこにターンバックルを挟み込むことで、高さの調節ができるように、改造してあります。1回目設置した時、この部分、柱と煙突との離角が15センチくらいしか取れていなかったので、一度取り外して、離角を30センチ伸ばして設置し直しているところです。室内側の煙突を設置したので、煙突が外に抜ける穴の高さがだいたい出ました。壁に穴を開けたりするのは大変なので、サッシ窓の端に構造用合板の板をはめ込んで、そこに穴を開けて、煙突を通すことにしました。ガルバリウムの板で、メガネ石的な部材を作って、気密テープを挟み込み、外から雨なんかが入ってこないように、しています。一応この板の外側部分だけは、雨風に直接さらされるので、耐抗性のあるスプレーでペイントしてあります。この煙突の先端部分の位置なんですけども、これ設置している時に気づいたんですけども、屋根の軒が結構短くてですね、あまり出しすぎると屋根から雪が落ちてきた時にぶつかってしまう恐れがあったので、結構窓の軒に近い位置に設置することになってしまいました。これは実際稼働してから排気の温度をチェックして、危険なほど高い温度にはなっていないということを確認済みです。
これで一通り設置完了しましたので、いよいよ試運転してみたいと思います。新聞紙に点火して最初ポワッと室内に煙が上がりましたけれども、すぐに引っ張られる空気が発生して勢いよく燃え出しました。煙突から出てくる煙なんですけれども、匂いもそれほど強くなく、手に当てると湿っぽい感じがすごくするので、水蒸気が結構出ているのだと思います。そうしているうちに、さっき言った水滴ポタポタが発生しまして、ちょっと焦ってビデオの撮影できていなかったんですけれども、一度火を止めて、きちっと外側に向かって、煙突内部で結露した水が流れ出ていくように煙突の全体の高さを再調整しています。突然あらゆる継ぎ目から雨漏りが発生したので、最初とても焦りました。調整した後は水が漏れることもなく快適に過ごせています。ということで、ロケットストーブ完成したのが12月の末ぐらいで、現在2月の中旬ぐらいなので、約2ヶ月間、週2、3回ぐらい、ロケットストーブ稼働してます。最後に説明すると言っていたガルバリウムで作ったプロテクター金物なんですけども、動画がだいぶ長くなってしまったので、別の動画に作り直してご説明しようと思います。ということで、今回は最後に、カレーを煮込んでいる様子とネギを焼いている様子をご覧いただきながらお別れさせていただこうと思います。ご視聴どうもありがとうございました。またよろしくお願いします。さようなら。